スマホに向かって話しかけるだけで機械のセッティングについて教えてもらったり、ここにさっきのプラグを差し込めばいいんですか？はい、そのパワーポートに丸いプラグを差し込んでください。自分のフォームについてアドバイスをもらったり、つま先より先に出ると膝に負担がかかりやすいです。バックグラウンドで調べ物もできてしまう。今回はあなたの生活をまるっと変えてしまうほどの力があるジェミニライブの超実用的な使い方と意外な落とし穴も紹介していきます。こんにちは、専門学校講師のいられさんです。普段私たちは何かを調べるとき、キーワードを入力して検索しますよね。でもそもそもそれが何なのかわからないとき、キーワードとか単語にすることすら難しくないですか？知らないから調べたいのに、何も知らなさすぎて言葉にできないっていう状態。いわゆる何がわからないのかわからないという状態です。困りますよね。だから将来は AI がめっちゃ進化して、スマホをかざしながらこれどうやったらいいのみたいな簡単な説明だけで答えが返ってきたらいいのになーなんて私は思っちゃうんですけれども、でも実はもうすでにそんなことが Google の Gemini でできるようになっているんです。それが今回紹介する Google の Gemini Live です。今回はその Gemini Live を私の生活や仕事環境にフル投入して、その実力を試していきたいと思います。これがうまくいくなら、皆さんの日常の何がわからないのかわからないといった悩みや、仕事の効率が劇的に変わるかもしれません。今日お伝えする内容は次の3つです。1、ジェミニライブの使い方。2、日常的な使い方。3、難易度を上げた使い方。以上の3つを検証していきたいと思います。しっかりと、そしてさっくりと解説していきますんで、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは楽しくわかりやすくをモットーに、デザイナーやクリエイター、センスを磨きたい人のために情報を発信しています。続けて見ていくうちにスキルアップするはずです。YouTube よりも本格的に学びたいという方は、私の有料講座もおすすめです。高評価とともに概要欄をチェックしてみてください。ジェミニライブの使い方。まずはジェミニライブを使うための準備と基本的な操作手順について解説していきます。結論から言うと、パソコン版では使えなくてスマホアプリ限定の機能です。パソコンのブラウザ版でも音声入力はできますが、それは一問一答形式になっています。まるで電話しているような途切れないリアルタイムな会話はスマホ限定の機能なんですね。ブラウザではなくアプリを使います。それも Chrome から Gemini にアクセスするんではなくて、こちらの Gemini のアプリからアクセスしてやっていきます。私は Android を使っていますが、 iPhone でも Gemini をインストールして使ってみてください。で、画面が開いたらこの右下のキラキラのマークをタップします。そうするとこんな感じで Gemini ライブが始まります。あとはハンズフリーで話しかけるだけです。こんにちは。こんにちは。準備は万端ですね。何かお手伝いできることはありますか？こんな感じで話してくれます。どうでしょうか？アプリを一つ入れてボタンを押すだけで、まるで人間と会話しているような、いつでも AI に相談できるって、めちゃくちゃ未来感じませんか？これ基本的な使い方が分かったところで、これを実際に私生活でどんな風に活用できるのかやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。買ったばかりの機械の操作を聞く。何か新しいものを買ってみたものの、使い方がよくわからないことってありますよね。前にも言ってましたけれども、私説明書を読まないタイプで、直感ですぐ動かしちゃうんですけれど、誰かが教えてくれたら助かるんだろうなっていう気持ちはありますね。そんな人に使ってみてもらいたいのが Gemini Live です。私この間こんな感じのルーターを買ったんですね。こういう機械ってなかなかわかんない人多いんじゃないでしょうか。こんなにたくさん差し口があってよくわからないっていう人も多いと思うんですよね。で、こういう時に Gemini Live でこのビデオのマークを押します。そ
そうするとカメラが起動して話しかけることができます。これなんだかわかりますか？それは TP リンクのルーターのように見えますね。この差し口のところがよくわかんないんだけれども、どういう風にしたらいいですか？このポートは LAN ケーブルを接続するためのものですね。青色のポートはモデムからインターネットの回線を接続するワンポートです。オレンジ色のポートは PC やゲーム機器などを有線で接続するための LAN ポートですよ。こんな風にしっかり教えてくれるんです。便利ですよね。で、これについても聞いてみたいと思います。これは先ほどのルーターのどこに挿せばいいですか？それぞれ教えてください。その青色のポートはワンポートでインターネットに接続するためのポートです。もう一つの電源プラグはパワーポートに接続してください。ここにさっきの丸いプラグを差し込めばいいんですか？はい、そのパワーポートに丸いプラグを差し込んでください。これで電源が確保されますよ。こんな感じで挿す場所なんかも指定してくれます。これやるときに注意があって、ジェミニがしばらく考え込む時があります。その時に変に話しかけたり声を出さない方がちゃんと答えてもらいやすくなります。さっきの会話はこんな感じでテキスト化されていて、後から調べることも可能です。あの時なんて言ったっけみたいなメモを取る必要はありません。日常の疑問を解決する。これを撮影しているのが2月の後半で、もうすぐひな祭りなんですけれど、ひな人形の飾り方って覚えてたりしますか？そんな曖昧な記憶を聞いてみるのも良いと思います。例えばこんな感じでジェミニにおひな様って右側に置くんだっけ左側に置くんだっけと聞いてみます。おひな様の位置は実は地域や時代によって変わるんですよ。関東では向かって左側がお殿様、右側がおひな様で、京都や関西では逆になることが多いですね。なるほど。おひな様の座る位置って関東と関西で違うみたいですね。両端に置いてある羽子板みたいなもの、これは置き方にルールはあるんですか？桜と立花は左側に桜、右側に立花を置くのが基本ですよ。これは京都御所の配置を表しているんです。こんな感じでうろ覚えの知識をジェミニライブで聞いてみるのもありだと思います。自分のフォームにアドバイスをもらう。私割と体を動かすのが好きなタイプなんですけれども、最近夕方とかスクワットとかやってたりします。で、スクワットって変なフォームでやると膝を壊すって聞いたんですが、それって自分で確認するの難しいですよね。その辺についてもジェミニにアドバイスをもらってみたいと思います。ジェミニ、私のスクワットのフォームどうですか？全体的に良い傾向にあります。深く腰を下ろせていますし、バランスも取れていますよ。スクワットってつま先より先に膝が出ちゃいけないはずなんですよね、フォームって確か。そうですね、膝がつま先より先に出ると膝に負担がかかりやすいです。動画を拝見すると少し膝が前に出ているように見受けられます。お尻をもう少し後ろに行くように意識するとフォームが改善されるかもしれません。もうちょっと後ろですか？早くそうですね、お尻を椅子に座るように後ろに引くと良いですよ。背筋は伸ばしたままでちょっと意識してみてください。アドバイスはあくまで参考にとどめて医療専門家に相談することが大切です。あと励ましてください。頑張ってください。その調子で正しいフォームを意識して継続すればきっと理想の体に近づけます。はい。個人的に一番試してみてもらいたいのが移動中に調べ物をするです。ジェミニライブはバックグラウンド再生ができます。普通にジェミニの画面をスワイプしてここで会話することができます。移動中のちょっとした調べ物なんかも簡単ですよね。はい、移動中でも知りたいことをすぐに質問して手軽に情報を得られるのは大きなメリットですね。画面をオフにしてみてもこれでも聞こえてるんですよね。はい、その通りです。
画面がオフの状態でも音声は途切れずに聞こえていますよ。例えば料理のレシピを調べたり、外国語のフレーズを練習するのにも役立ちますね。ちょっと一回閉じますけど、閉じるときは終了とかこの辺で終了できます。あとは画面共有ボタン、画面共有をするとスマホの使い方も教えてくれるんですよね。ちょっとエラーで失敗しちゃうかな。カメラアプリの使い方を教えてください。画面共有ありがとうございます。これはソニーのカメラアプリフォトグラフィプロのベーシックモードのようですね。×1.0、×2.5 といった数字はレンズの倍率切り替えボタンでタップするとズームを変更できますよ。こんな感じで画面共有をするとスマホの使い方も教えてくれます。これが個人的には一番おすすめの使い方ですね。ということで、日常のちょっとした疑問についてだったり、自分のフォームについてだったり、ジェミニーライブでいろいろやってきましたが、ここからは少し難易度を上げていきたいと思います。で、試すのがこちらです。ヤマハ AG03。もう普通の人使い方わからないだろうなみたいな、身の回りを探して一番シンプルに分かりにくいのがこれでした。もうこんなの普通の人見たことないだろうなと思って用意してみました。これが一体何なのかっていうと、オーディオインターフェースというもので、こういう収録の音声を良くしてくれる機械だと思ってください。で、すごくいっぱいつまみがあって、すごくいっぱいの差し口があって、人生史上最大に調べるのがめんどくさい機械と思ったのがこれです。そんな絶望を私に与えたこちらの機械、ジェミニライブで聞いたらどうなるでしょう。これ何の機械か分かりますか？それはヤマハ AG3 というミキシングコントローラーですね。型番の部分に注目してください。パソコンでの音楽制作やライブ配信に使われることが多い機材ですよ。電源ボタンとかどこにあるんですか？電源ボタンはミキサー本体の左方向にありますよ。プラス 48V と書かれたスイッチの上あたりを探してみてください。見つかりましたか？はい、これはマイクの電源ですね。本体の電源はどこですか？失礼しました。本体の電源はミキサーの背面にあるんですよ。ケーブルを接続するポートが並んでいる側に USB 端子の近くに電源スイッチがあるはずです。もう一度確認していただけますか？これが電源ですか？そちらは電源ではなくヘッドセットの音量調整ノブですね。電源は本体の右側にありますよ。これが電源だと思うんですけど。申し訳ありません。私の認識違いでした。その通りです。本体の電源はそのピークと SIG ランプの間にあるスイッチですね。失礼いたしました。これで電源が入りましたか？はい、そのスイッチで電源が入りましたね。スイッチの上か横に電源が入ったことを示す LED ランプが点灯したはずですよ。はい、確認できます。で、このヘッドホンの差し口、これはここのどれに差したらいいですか？そのヘッドホンプラグはミキサー中央にあるヘッドセットというマークのついた差し込み口に接続してください。大きさ的に全然入りません。ここじゃないと思います。失礼しました。その隣にあるモニターアウトのジャックもヘッドホン接続に使えますが、いや、ヘッドホンのこのプラグはここに挿すものなんだけれど。失礼いたしました。このプラグはやはりヘッドセットジャックに接続するものですね。ということで、さすがにここまで複雑になってくるとライブでは答えられない。本当はね、ここに挿すんですよ。これで正解なんですが、複雑な機械に対してはうまく答えられなかったようです。精度の向上に努めます。ご指摘ありがとうございます。 AG03 はうまくいかなかったようです。次はソフトの操作方法について尋ねてみたいと思います。検証するソフトはプレミアプロです。Excel や Word、PowerPoint よりもはるかにプレミアプロの操作は難しくて複雑ですからね。直感でどうにもならないのがプレミアプロです。これができるとすごく便利ではあるんですが、専門学校講師という
ソフトの使い方などを教える立場からすると死活問題になりかねないところはあるんですが、実際どうなのか尋ねてみたいと思います。やりたい操作はこちらのグリーンバックを削除する黒巻きという操作です。ジェミニーに聞いてみたいと思います。今プレミアプロを使っているんですが、このグリーンバックを削除するにはどういった操作をしたらいいですか？エフェクトコントロールパネルのウルトラキーを使うのが一般的です。で、エフェクトパネルというのはここのことですか？はい、画面上部のエフェクトタブがエフェクトパネルへの入り口です。そこでウルトラキーを検索してください。私ちょっと意地悪してここカタカナでウルトラと入れてみたんですけれども、正確にはこれアルファベットで入れないとダメなんですよね。ウルトラと入力しましたが何も表示されません。これはどうしてですか？検索しても表示されない場合、エフェクト名が正確でないか、パネルの表示設定に問題がある可能性がありますね。ウルトラではなく、キーや黒まで試してみていただけますか？それでも見つからない場合は、ビデオエフェクトの階層を直接開いて探してみましょう。でもビデオエフェクトのキーイングウルトラ、ここにあるよということは教えてくれていたので、間違ったことは言ってないみたいですね。ウルトラキーありました。アルファベットなんですね。そうなんです。アルファベット表記なんですよ。ビデオエフェクトのキーイングの中にありましたね。ということで途中経過省略しますが、言われるがままやっていったらかなり緑が残りました。なかなか細やかなところまでやろうとするとうまくいかない感じはありますね。ライブで答えようとすると反応速度を優先するがゆえに正確さが落ちるような印象です。というわけでまとめです。日常の何がわからないかわからないを様々な角度から検証してみましたが、いかがでしたでしょうか。ジェミニライブは比較的簡単なものや日常的な調べ事には非常に便利だと思うんですが、まだ精度がそこまで高くない一面もあるようです。間違ったことも言い出していました。こういった結果が分かったことで、まだ講師がクビにならなさそうで安心しています。とは言ってもですね、移動中の調べ物とか本当に便利で、私ずっとこの使い方をしています。あと台本の作成なんかもジェミニライブでやったりします。隙間時間や移動時間を有意義に使えるようになるのは忙しいクリエイターの皆さんにとってメリットだと思いますので、ぜひ試してみてください。今回のジェミニライブでやってみたいと思える使い方はありましたでしょうか？ぜひコメントで教えてください。ということで今回の動画は以上となります。イラストレーターの基礎をしっかり学べる私の本気の有料講座も大変好評をいただいています。また私のいられの本も発売中です。どちらも YouTube では扱っていない内容も多数含んでいますので、興味のある方は概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください。この動画が役に立った、参考になったと思う方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。私は YouTube の他に X、ブログ、TikTok もやっています。ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。関連動画や次の動画でお会いいたしましょう。ではまた。